もう40年、50年前からなきゃいけない本だと思います、これね。これってスタジオによっていろいろありけりだけど、とりあえずこういう風に言っといた方が、とりあえず他の最大公約数的に分かりやすいんじゃないかとかいう話し合いが大変だったと思いますよ、これ作るの、本当。だからそんだけ時間かかるから、40年、50年ですね、なかなか作られずにあったわけです。そして今これが手に入る皆さん超ラッキーですね。これだけはマジで死守してっていうところからお作りになったのかなって僕は推測するんですけれど、タイムシートの書き方とかレイアウトの書き方とか、まずそもそも最初の段階ですね、どういう手順なのかとか、これねなかなかね人に説明するの難しいんですよ。なんかこうアニメ業界にいた人だとあまりにも常識な部分が多すぎて、それを逆にどうやって言語化してこれから入る人に説明するかって結構難しいと思うんですよ。それがめちゃくちゃ一冊になってますそう、もう113ページにかなりパンパンに詰まってるようにお見受けします。この一冊でだいぶフォローされてるんじゃないかなと。アニメのお仕事される人にとてもいいと思うし、自主制作される方もね参考にはもちろんなるとは思います。であとね、シンプルに僕いいなと思ったのが、絵がねすごくいい、うまいこの絵が可愛い。こういう教本あるあるの微妙に絵がなえるっていうのがなくてすごくいいです。すごく絵がうまいってでタイムシートのねこれ点の打ち方とかね、共通認識ね、紙重ねるときさ上から順に重ねたりしないんですよ。これね、ここ書いてあったやっぱそうだよね。だから A セル、B セル、C セルのしかも下から若い順にちゃんと並べて撤収しなきゃダメですよみたいなことはねちゃんと書いてありますね。この目パチの話とかね、これ結構やっちゃう人います。でこれ何かって話ですよ。この動画っていうですね、原画と原画の間の絵を描くっていう時に何も考えないで描いちゃう人がね出てきちゃうんですよ。この絵とこの絵の間の絵どう入れるって言った時に適当にこんなかなみたいな、間の絵真ん中の絵描いていくとこんなみたいなね、そういうことになりがちなところを美しい形に描くということはこういうことですよということが書いてあるっていうことです。パラパラね、パラパラな、書いてる時にどんな感じで作業するかっつうと、ひたすらこうやって書いてこんな感じでひたすらこうやってやったと思ったら何枚か溜まったらパラパラってやってまたこうやって書きってやるんですよ。このアニメーションっていうのは動いてなんぼだから、動いてそのうちの1枚として常に書く。この絵1枚に集中してダメなんですよ。どう動くかっていうのを前後とか複数枚でひたすらブワーってやって見ないと意味ないんです。アニメーションだからね。これ少ない人多いですよ。っていうかアニメーションっていう自覚がねない人多いですよ。絵は動いてなんぼです。どういう風に動くのか、そして全体がどう動くかも大事だし、細かい目だけ見たり髪の毛だけ見たり全体のボリューム感はキープできてるのか、そしてすごい動きが激しかったらなんて残しとかフォローするとかね、いろいろ出てくるんですけど、それはどういう風に動くかとかっていう風にしてパラパラしないとこれはアニメっていうのは話になりませんからね。それをやり始めてこの動きいいね悪いねっていう話になるんであって、わかるんです。このパラパラとかパタパタとかこの指パラとかやってない人わかるの。なんでその原稿、これねデジタルだろうがアナログだろうが同じ、わかるの。その原稿の絵が脳みそで動いてないなこいつって思うんですよ、正直。残像現象なんです。簡単に言うとアニメーションっていうのはその人の脳みそで動いてなきゃダメなんです。その人の頭の中で絵がパラパラってやって、次こう動くなっていう脳みそで動いたものを描くんです。転写するんですよ。っていうアニメーターとそうじゃないアニメーターっていうのがいます。でそれでも一応仕事としてはなっちゃってるんですけど、正直微妙な人ですね。でならないようにこの本があるわけですよ。はい、皆さんそういうことですね。っていう共通認識がアニメ業界的にないんですよね。なのでその共通認識をやるために最低このぐらいはできるようになってねっていうことが書いてあるわけです。なので言っても100何ページある本ですから、もう一瞬でこれ覚えてねっていうものではないと思います。自分で仕事してみたりしてちょっと分かんないな、シートの書き方どこにここにあったとか、なんか中割りちょっと困ったなと、こういう風に書いてあるとかっていう風な感じでひたすらもうこの本がですね多分お仕事してる間にボロボロになると思うんですよね。
ボロボロになって、いろいろ本当にこれ見なくても当たり前だよね、わかるよねってなって、ようやくアニメの仕事としては半人前ですかね。そうでも逆に言うとその半人前ですらない人、 0.1 人前じゃないけど10分の1人前みたいな人がですねマジでアニメの仕事受けちゃったりしてるから、本当に業界が今大変なことになってるというところで、せめて半人前になろうです。これもマジでそうね、この後のさらにいろんなね、歩き走り振り向くとかいろいろ出てくる以前に、まず半人前にならないと話にならんぞと。あと言葉ね、こういう言葉ね、今ね、いろいろね、そう、かぶせとかねそう、一元さん二元さんってなんだよみたいなね、秋目閉じ目、だから僕らが言ってることがなんかこうそう、キャラブレね、そうあるでしょ。いやでもこれ一冊作るのすごい大変だったと思いますよ。この一冊作るのすごい大変だったけど、あと2冊ぐらい欲しいなって正直まずでもこの1冊は絶対押さえた方がいいと思います。まずほんとこのとりあえずタップ割り超大事だと。明快で分かりやすくてとても見やすい本だなって素直にね思います。でも本当によくできてる本だと思います。で、飽きさせないようにこういう問題っていうかね、ちょっとしたね Q&A があったりとか、それもとてもね見やすいし、本当によくすごいなっていうふうにただ見てますね。現地のスタッフからするとですね、これもね、アニメーターと制作さんの駆け引きというのかな、その綱引きがあるんですよ。クリエイター、作る側はですね、ちょっとでも上手い人にやってほしいんです。でも上手い人っていうのはですね、アニメ業界でやっぱなかなか限られています。そうするとですね、取り合いになるんです、その人の。そういう人はなかなか捕まらないから、制作さんとしてはですね、どういう気持ちで人集めるかと、そんな上手い人いるわけないじゃんみたいな、あればね、反高速でね、なかなか囲える人だって限界あんだよって気持ちです、制作進行。なので、微妙な人でも連れてきてですね、ちょっと君ってね、実践経験はって、いやーちょっと友達の知り合いのつてでちょっと1回だけ、いけるじゃないか君、行こうかみたいな、とりあえず乗っちゃえみたいなガンダムですね、例えで言うとね、乗ったことないけどちょっとシミュレーションなら1回みたいな感じで、じゃあいけんな乗れみたいな感じで乗せたくなるわけです、制作さんからすると。でもそうするとですね、最終的にですね、ちょっといろんなね、知識がない技術がない人集めて、実際いざですね A 頼んでみました、スケジュール食います、でいざ上がってきました、時間ないところで上がってきて、これみたいな感じで、これだ、全部書き直しじゃんこのワンシーンみたいな。なんでアニメータースキル検定があるのかとか、なんでアニメシリック僕がやってるのかって、多分ほぼ同じ理由なんですけど、簡単に言うとね、技術の伝承っていうのかな、伝達が実際問題うまくいっていないところが結構あるっていうことです。簡単に言うと、アニメ業界で仕事をするということを前提としたスキルがちゃんと共通言語っていうのかな、みんな知らないってことなんだよね。みんなできないってことがあると。あるいはですね、文化、場所によってだいぶ違う教育がちゃんとしてるスタジオっていうのがあるんですよ。これ元請けでもちょっと微妙なところもあるんです。元請け下請け関係ないんですけど、どんな会社か、これ難しいんだけど、あるスタジオである世代が抜けたり事情が変わっただけで、前はすごく養成しっかりしてたのに、あそこの人ちょっと微妙になっちゃったねとかあるんですよ、これが。同じスタジオでも時代によって違うね。新人アニメーターからしたらですね、どこに入るかって今風でいうとこのガチャですね。もう運次第みたいなとこあるんですよ。で、僕ずーっとアニメーターやっててめちゃくちゃ感じてきたところで、僕はアニメ私塾っていうのを開いたわけです。で、そうするとですね、YouTube で無料でね、ある程度勉強できるし、有料のアニメ塾に入ってくれたらもっとね、僕が直接的に教えますよみたいな感じね。しかも、専門美とか美術大学行くとめちゃくちゃお金かかるところで、アニメ塾だったらもうちょっとお安くね、プラスアルファ、プロの技術学べますみたいな、そういうようなコンセプトでアニメ塾って始めてるんですよね。なので、ノウハウ格差の是正っていうのが一言で言うと、実はアニメ私塾がやりたいことと、このアニメータースキル検定がやりたいこと、なかなかやっぱ教えるの結構大変なんですよ、ちょっとね。だからもうその時にこの本あったら最高だなってマジで思いました。じゃあもっと20年ぐらい早く出してほしかったです。教育がちゃんとしてないで、最初の取り組み方であったりっていうので、もともと向いてる人はね、マジでいらないんですよ。なんもアニメ私塾もアニメータースキル検定もいらないんですよ、マジで。本当に向いてる人は、本当に上手い人は。だけどそんなことを今まで言ってきたんです、ずっと。
アニメ業界っていうのは。もうレジェンドみたいな人を持ってきてですね、あの人みたいにやればいいんだよって、君向いてないねでですね、足切りしてたんですよ。そんなこと言ってらんなくなったんですよ。教育ね、この検定にしても僕のアニメシュークにしてもそうなんだけど、こういうものがあるなしでどういうことが変わるかっていうと、超絶向いてる向いてないじゃなくて、教育によってこういわゆるボトムアップって言うんですけど、多少こう上に上げられる。超絶向いてる人と超絶向いてない人は正直どうでもいいですもうここはもう食えないでまあ消えてくでしょ。でここも何も教えなくてもこっちが上ね、上手い人。問題はここの人たちなんですよね。特にどっちかっつうとここの人たちなんですよ。問題はここ全体のここが9割8割ですの中のここの人たち、どっちかっつうと下位 40%、 簡単に言うとこの下位 40% の人たちがこういう検定であるとか、アニメ私塾であるとかによってどうずれるかっていうと、要するに教育によってその人の取り組み方、真面目さによってこうずれるんですよ。簡単に言うとこうずれることが教育の目的なんですよ。もちろんこっちの上積みね、上位 40% の人たちもこうずれるので、当然ながらそのレジェンド級になれる人たちもアップしていくんですよ。だから実はこのアニメータースキル検定にしてもアニメシュークにしてもここを対象にしてるのね。全体の 80%。 正直このね全体の1割以下の人は何言っても話聞いてくんないから無理人の話聞かないし、言ったこと再現してくんないから多分無理、であと何も教えなくてももう分かる人たちも、別にいらん正直分かるんで分かりましたみたいな感じで、もう何もだって呼吸するようにうまく書けばいいんですよねみたいなその人は教えても意味ないでしょ。もう呼吸してるだけで人生生きてるだけでなんかスーパーアニメーターになっちゃいましたみたいな人も別にいらないです。こんな、ね、僕問題はここです。ほとんど 80% の人にとってこれはこの本に関しても、僕のアニメシークに関しても、プラスになるだろうなと思います。教育っていうのはここを対象にしてるということです。簡単に言うとね。なので、多くの人がなるべく読んでほしいなと思います、っていうのがね狙いなんですよ。これをいかにずらすか、それによってアニメのクオリティってのはやっぱ確実に上がるだろうし、そしてアニメ業界でね、長くねお仕事にしていけるっていう人も上がると思うし、今のところやっぱりね簡単に言うと中間層がいないんです。ここが弱いんです。簡単に言うと何って言ったらここ頼みになっちゃってるってことも、ここの超絶うまい 10% 以下の人ってかもう 5% なのか 3% なのか分かんないの、とにかく上位 3%、5% の人たちにおんぶに抱っこなんですよ。後ろからついてきて後ろ見たら誰もいないみたいになってるんですよ後ろいねえみたいな感じで、後ろいないでしょ。次ここの後ですねいきなりいないんですよ。で次いるのでここら辺にいいんですよ。なんとかなんか微妙なここら辺にいいんですよ。うわーきついなこれかーみたいな感じで、やべえなこれじゃちょっと放送できないなーっていうのがもう無限にいて、放送できないぞどうするっていうのをなんとか放送できるこのレベルに持ってきたいなっていうのがこの検定だったりすると僕は思ってます。多分、大きく間違ってはいないと思いますが、気づいたら後ろいないんですよやっぱここが分厚いとねほんとね絵ってしっかりするので、アニメってやっぱり無限にさお仕事があるのね。もう、1話につき300カットかけるの 12本ぐらいあるの今ね。そうするとですねもう 何千カットあるわけです。でそれがですね何万枚となるわけです。一つのシリーズってなると、そうするとですねこのレジェンドの人たちでねできないんですよ。この 10% では作れないんです。上位 10% では。なのでここが分厚いっていうことがとにかく作品であるいはこのアニメのお仕事の文化っていう意味でとてもここが重要なんです。だから自分は伝説的にうまいかなうまくないかななんて心配しないでください。そんな人そうそういないし、そういう人は黙ってもこうなるんで、そうじゃなくて自分はなんとか努力して頑張って勉強していけばどうにかなれるかなれないかなみたいなぐらいの気持ちでいてください。でそういう人たちがですねちゃんとお仕事を成立していけばこれからの時代はね、ある程度人手不足ではありますので、ちゃんとお仕事としてアニメーターとして食っていけるっていうところも多いかなと思います。
だし、まあこういう状況だとね、あまりにえげつないというか、ブラックなすごい書いたのに1月5万10万ですよっていうスタジオはどんどん僕は淘汰されてってほしいと思ってますみたいなね。予算ないんですよ、なんとかないんですよとか言いながらです、結局1枚100円かいみたいな、1枚1カット、レイアウト込みで2000円ですか、レイアウト原画込みの2、3000円みたいなとかね、どんどん僕はまあ消えていくと思います。てかもう多分消えてってるかもしれないですけど、そういうところはね、だんだんなくなってね、適正な値段で、適正な技術で、適正な技術プラス適正な雇用っていうのが、適正な、収入っていうのがですね、両方適正であるってことが僕は超大事だと思うんです。ちゃんと適正な技術があって適正にお金がもらえるっていうことによって、一言で言ってお仕事になる。で、一言で言ってお仕事になってるものは後ろから続いてくる。あーってね、自分絵描きたいんだけどって、漫画とかイラストとかいろいろあるけど、なんかよくわかんないけど、でもアニメーターっていうのをちゃんと仕事スキル身につけてったら、これ仕事になるんだ。まあともすると家族ちゃんとね養えるんだとか、ある程度ね技術を身につけたら、まあ例えば、まあ年齢になってもね、年がある程度取っても、ある程度これ仕事として食っていけるんだなっていうような、まあ前例っていうのかな、そういう歴史がどんどん積み重なることによってどんどん後ろがついてくるんですよね。後ろがついてこないようなものっていうのはやっぱり産業としてどんどんね、朽ちてきますので、やっぱ後ろから人がついてくるって意味でもね、アニメーター検定スキル、そしてこの検定スキルで良き検定を得た人がちゃんと雇用される状況になってほしいと僕は願っているところで、ここで最後のね放送のまとめとしたいと思います。このアニメータースキル検定を、皆さんですね合格してってか、この教本でちゃんと勉強して、そして、ちゃんとした技術を得て、ちゃんとスタジオに対して交渉力を持った素晴らしいアニメーターになって、そんでちゃんとお金をもらって、そしてお仕事にしていきましょうっていうのがね僕の意見です。